そしてまた福岡県北九州門司に戻ってきました。でこれ右行って700メートルで門司港エリアですかね。看板ありましたね。右方向で門司港レトロで、これまっすぐ行って左が駐車場。でもさすが観光地、看板が分かりやすいですね。今日雨だからね、結構空いてると思うんだよね。でこれか、門司港レトロ駐車場めっちゃ広いね。こっから歩いていくのが無難ですかね。ちょっと遠いけどね、仕方ない。こっから行きやすか。1時間200円、12時間まで最大800円なんで、基本的に1000円超えることはないと思います。目の前に電車があるんで眺めのいいところに止めようということで歩いていきますか。このチャンネルでは日本全国旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。当時走ってた車両をここに展示してるんですかね。門司駅前。これは昭和15年に製造された10台のうちの1台だそうです。ここに焼きカレー専門店があります。門司港車両、門司港車両。雨が降っていますが、体感は昨日の方が寒いな。これかな、このでっかいタワー。展望タワー的な、展望室だ。展望室があるんですよ。やっぱ雨降ってるから全然人がいないね。九州お土産かな。すごい、郵便ポストにバナナ。門司港発祥バナナのたたき売り。こっち側来たことないわ。こっちもいろいろあるっすね。散歩にもちょうどいい。あそこに門司港のフォトスポットがあるので、そこで記念撮影してからタワーに登ります。このレトロのね、レトロな雰囲気と雨で、これはこれで哀愁漂っていいね。こことかすごいわ。でこれがタワーですね。これの31階が展望室だそうです。あった、門司港。門司港のさ、O が KO がハートになってます。これ確かね、こっちがアルファベットでローマ字で、こっちはひらがな。すごい、ちょうど今橋が降りてます。天気には恵まれませんでしたが、雰囲気はいい感じです。異国情緒が漂っております。そして展望室に登ろうと思ったら、まさかの臨時休業でした。まさかの張り紙が貼ってあって、あれと思ってみたらさ、3月6日まで臨時休業でした。今日やないかい。ちょうど今日まで臨時休業で、明日から展望室に入れるそうです。とりあえず建物の中に入りたいな。今あれか、工事中なんだ。工事中でこのさ、レトロな雰囲気がない。この赤レンガのさ、雰囲気が、あそこの奥も建物がずらっとあるんですけど、工事中でさ、全部さ、足場組んであるから黒っぽくなっちゃって、レトロ感がなくなってしまった。天気も相まって哀愁漂ってるわ。まだね、道が広くて歩きやすいのと雰囲気はめちゃめちゃいいですね。ただ寒い。少し進んで振り返るとこんな感じでございます。この船乗り場の雰囲気もめちゃめちゃいいですよね。こっちはお店はやってますね。この辺も焼きカレーのお店と、あとカフェがありますね。ここのテラス席とか晴れの日めっちゃ良さそうですよね。で確かこの船乗り場から下関唐戸市場方面まで行けるんですかね。ちなみに今日の朝食は唐戸市場でお寿司をいただきました。からのこんなところにバナナマンブラックを発見。誰かに似てるというか、雨に濡れてるとめちゃくちゃリアルでしたね。こんな感じのフォトスポットもありました。でこれずっとまっすぐ行って、右斜め前行って門司港駅かな。ここにも焼きカレーがあるわ。門司区マスコットキャラクタージーモ。そしてちょっと寒くなってきたので、門司港レトロ海峡プラザに入りました。ここは複合施設になっていて、お土産屋さんや雑貨屋さんなどがありました。そしてこちらにはフォトスポットもあります。ここにあるアルファベットを壁に並べて、で三脚使ってね、自撮りができます。少し歩くとおみくじを発見。これはバナナマンのおみくじだそうです。
めちゃくちゃシュールです。上にはバナナが祀られております。いやー、だいぶ歩いてきましたね。高知とかの影響もあってか人が全然いない。九州最北端の港町リゾート、門司港レトロマップ。駐車場からだいぶ歩いてきました。駐車場からここまでは10分15分ほど歩いてきました。どうせここまで来たら一旦門司港駅前まで歩いてみますかね。確かね、門司港駅の雰囲気もね結構良かった気がするんですよね。やばい、すごい赤い傘の集団がやってきました。あれは団体ツアーのバスか。これはお土産屋さんかな。門司港のお土産。1階と2階があるんだ。この通りにいくつか焼きカレーのお店があるんですけど、めっちゃ混んでそう。やばい、紛れ込んでしまった。門司港ブレンドコーヒー、厳選豆のハンドドリップコーヒー、うまそう。寿司海鮮丼だって。そして駅前にやってきました。すごい、めっちゃいい雰囲気だ。これが門司港駅です。門司港駅は1914年に当時門司駅として開業したそうです。1942年に門司港駅と改称され、1988年には鉄道駅舎として初めて国の重要文化財に指定されました。2019年には6年にも及ぶ復元工事を終え、現在の大正時代の姿に復元されたそうです。改札の手前はこんな感じの雰囲気になっており、たくさんの人で賑わっていました。駐車場あたりまで戻ってきました。寒かった。そしてこれ桜が咲いてます。めっちゃ綺麗。ということでちょっと移動します。1.5 キロくらい距離があるんで、さすがに歩くのはあれなので、車で次のスポットの駐車場まで行ってしまいます。400円。傘差しながら片手カメラだからちょっと撮影は大変ですけど、雨の影響か外を歩いてる人は少ないような気もするので、雰囲気は撮影しやすかったっすね。で次は、関門海峡ミュージアムに向かいます。いや、室内施設のアポ取っといてよかったですわ。で交通量はねほとんどないので、駐車料金を無視して近くにね駐車できればいいやって人は、車で移動する分にはめちゃくちゃ快適だと思います。スッスッって行けるんで、晴れの日だったらね、晴れてればねバイクとかもめっちゃいいと思います。小回り利くからね。ここの駐車場も空いてますね。でもここは高いんだ。40分200円。さっきの場所だと1時間200円で、展望室とか行って景色見て、でこっちまで歩いてくる、門司港駅まで歩いてくるとかだったら、さっきの駐車場が、ちょうどいいんじゃないですかね。行って帰ってきてぐるーって回るみたいなね。でこの通りに焼きカレー専門店がいくつかあって、結構口コミ的にはいいんですけど、なんか1時間くらい並ぶとかも書かれてたので、テイクアウトがまたなそうであれば後で買ってみようかなとは思ってます。結構広いんですよ。ここ何階までなんだっけ、3階か4階かあってめちゃくちゃ広いので、1時間から1時間半くらいブラブラできるかなと。でフォトスポットとかも確かあるんで、のんびり撮影しながら回ろうと思います。で駐車場は1時間ごとに200円で、営業時間は朝の9時から夕方5時までですね。到着ということで行ってきます。関門海峡ミュージアムに到着しました。営業時間は9時から17時。料金は大人1人500円でございます。4階が展示エリア入り口になっており、下に下がりながら観光していきます。エレベーターで4階にやってきました。目の前にはリカちゃんがいました。これは平成29年に開催した幸せのリカちゃん展の際に生まれたキャプテンリカちゃんだそうです。さらに進むとカフェと展示エリア入り口があります。こちらで料金を支払って中に入っていきます。ちなみにカフェはこんな感じで縦長でおしゃれな作りになっております。温かいものを飲みたかったので早速カフェで休憩します。おしゃれなソファーとテーブル越しに関門海峡を見渡せます。
チーズケーキとホットカフェラテを注文しました。いざ実食。いや、このケーキね、めっちゃ濃厚な風味で美味しかったです。カフェラテとの相性も抜群でした。ということで、早速有料展示エリアを観光していきます。この施設のコンセプトは、関門海峡を丸ごと楽しむ体験型博物館でございます。そして入り口にあるここでね、顔写真を撮影すると、この先に出てくるゲームで利用することができます。チケットにある QR コードを使います。こんな感じになっちゃいましたがね、もっと顔を近づけて撮った方がいいです。そして中に入るとこんな感じで吹き抜けのエリアになっております。長い螺旋状に通路が続いていて、壁沿いにゲームがあります。ゲームを利用するにはチケットについている QR コードが必要です。試しにゲームをやってみます。これは指定された海の生き物を探すゲームだそうです。これ微妙にね、難しかったっすね。子供向けだと思って侮ってはいけません。漢字のゲームもありました。これ結構難易度高いのかなと思ったんですけど、暗記系のゲームでした。とりあえずこの漢字とイラストをね、くっついて覚えればいいので、子供でも楽しめます。次のエリアにやってきました。ここでは古来より交通の要衝であった関門海峡を舞台に繰り広げられた物語を時代をたどりながら人形作家の作品で紹介しております。入り口付近がこんな感じでね、床が光ってて綺麗だなと思ってたらね、まさかの奥に顔を発見しました。これ薄暗いとこにあったんでね、一瞬マジでビビりました。ここには有名な源平の戦いの展示がありました。すごい迫力のある展示でね、ぼーっと眺めてしまいましたね。かなり繊細に表現されている人形でした。表情とかもなんかすごかったっすね。こちらは壇ノ浦の戦いの展示だそうです。最後を悟った兵士、まだ幼い安徳天皇は祖母に抱かれたまま海に身を投げたそうです。時代は変わり、室町時代、明へ航海する県民船についての展示です。文字は貿易において重要な港で、ここで建造された船もいくつかあったそうです。こちらにもかっこいい展示があります。これは宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘シーンですかね。さらに時代は進み、1826年、長崎出島、ドイツ人医師のシーボルトは関門海峡に魅了され、水深や地形の調査を行ったそうです。ここには長州藩が1864年4カ国連合艦隊に反撃した際の展示がありました。ちなみにこの時の大砲の原寸大レプリカ模型が下関側にあります。こちらはイギリスの軍艦レオパード号だそうです。当時の人々は砲を使わずに蒸気機関で動く姿に大変驚いたそうです。こちらには高杉晋作が交渉した時の展示がありました。戦いに敗れた後、イギリス戦艦ユーリアラス号で交渉を行ったそうです。高額な賠償金支払いを要求されましたが、巧みな話術で提督らを煙に巻き、危機を乗り越えたそうです。さらに時は進み、1921年、豪華客船箱根丸の展示がありました。150人の石炭沖中市は夜通しで1000トンもの石炭を船に積み込んだそうです。他にもいろいろあったんでね、ぜひ足を運んでみてください。そしてまた最初の通路に戻ってきました。スルーしてしまったんですけどね、このなりきりって表示されているゲームは最初に撮影した顔写真が出てくるゲームとなっているそうです。そしてこの真ん中にある巨大なスクリーンでは時間ごとに映像が流れております。こんな感じで時間ごとに流れる映像は違うそうです。さらに下まで降りてきました。からの次のエリアに向かいます。次は海峡体験ゾーンになっております。子供も楽しめるフロアになっており、フォトスポットやゲームなどがありました。どことなくなんかゲームセンターみたいな雰囲気でしたね。
トリックアートとかもあったんでね、記念撮影が好きな人にもおすすめです。そしていよいよ最後のエリア、海峡レトロ通りにやってきました。途中の廊下には明治44年の出光商会についての展示がありました。当時福岡県は日本の石炭生産の7割以上を占めていたそうです。しかし初代店主の出光佐三は石油の将来性に注目し販路を拡大していったそうです。先見の明と行動力がある人ってほんとすごいですよね。そして到着しました。とてもレトロな当時の街並みが広がっております。そしてこちらはバナナ資料室だそうです。こんな感じのフォトスポットがお出迎えしてくれます。バナナ輸入の歴史について展示がありました。ここ門司港はバナナの叩き売り発祥の地だそうです。一応記念撮影しておきました。さらに奥に進むと高校の制服の展示がありましたね。そして下に降りてきました。個人的なあれですけど、なんか明治の時の服装とかってめっちゃおしゃれですよね。まあなんか映画とかね、ドラマの影響かもしれないですけど、なんか明治イコールおしゃれっていう記憶が強いんですよね。こちらには日本銀行西武支店を再現したものもありました。こちらは明治大正時代の写真を参考にして復元した路面電車だそうです。中までしっかりと作られております。そしてここにはお土産屋さんもありました。こんなものも売っていました。こちらはバナナの叩き売りを再現した展示です。いやー楽しかったですね。ありがとう。ちなみに外から見るとこんな感じでございます。めちゃくちゃ大きな建物です。ということで出発。料金が表示されます。400円。関門海峡ミュージアム良かったっすね。見どころが多いのとすごい広いので、一人でもねのんびりゆっくり観光できます。取材させていただいたっていうのもあるんで、撮影しながら回ったのもあるんですけど、1時間半くらいですかね。ゲームコーナーとかはちょいちょい飛ばして、ゲームコーナーとかも1個ずつ全部遊んでくってなると、1時間半から2時間くらい見てもいいかもしれないですね。そしてですね、今度またね門司港を抜けて関門橋あたりの今度関門橋付近の、観光スポットといいますか記念撮影しに行こうかなと思います。焼きカレーのお店並んでますね。なんか人増えてきたね。2時くらいになって人が増えてきました。だいぶ来た。巨大な鳥居がお出迎え。メカリ神社の大きな鳥居がお出迎えしてくれました。そうからのメカリ神社は行ったことあるんですけど、この手前にここにも駐車場があるんですよ。でここに止めて海沿い歩いていくとモニュメントとかがねあるらしいので、そこで記念撮影しようかなということでやってきました。ノーフォーク広場。でも駐車場から歩いて1分くらいですね。あっという間でした。めちゃくちゃアクセスいい。やっぱ雨降ってるし寒いから誰もいないね。すごい大きな怒りがあります。なんだろうこれ。でこれが九州最北端のモニュメントだっけ。2025年11月だから最近できたんですねこれ。なんか Google マップだと九州最北端の地だっけな、なんかそんな感じで書いてあった気がする。地図で見ると九州最北端は多分ここではないんですけど、ほぼほぼね最北端ということで、なんか地図的にはここにあるんですけど、なんか物理的には入れない場所だった気がします。九州のね、本土最南端の鹿児島の佐多岬行って、で大分県の佐伯市の鶴岬だっけ、最東端で最西端は、佐世保ですね。長崎県佐世保のもう行って、でここが北で、じゃあ東西南北全部行ったのかこれで。ついに最北端の日みたいなのは書いてないんですけど、一応制覇でしょ
確かね、本当の最北端の場所はなんか漁港だっけな、なんかね、普通の一般の人は入れない場所になった気がするんですよね。工場だか漁港だかなんかの入り口を入っていかないといけないんで、多分車で普通に入れないんですよね、確か。でここから、環状遊歩道で、このままずっとまっすぐ行くとメカリ神社に繋がってるんですかね。ただ歩いたら遠そうなんで車で移動しよっかな。メカリ神社からの鳥居越しの関門橋の景色もめちゃくちゃいいんですよ。せっかく来たんでそこも見に行こうかな。すごい存在感、関門橋、奥に見えるでかい観覧車とビル、あれが海峡夢タワーですかね。下関の、美容スポットというか夜景スポットというか、夜もやってるんでね、夜景を見るのにもおすすめです。いやー、いい雰囲気だ。この北九州はこのね、街並み、港町の雰囲気とかがめっちゃいいね。そして、車ごと移動します。このカーブ坂登ってでメカリ公園入り口を過ぎて、でこの橋のね足元らへんにあるんですよ、入り口が。ありました、メカリ神社。ここ駐車場があります。今年もやってきてしまいました。そしてこの鳥居と関門橋のコラボがめちゃくちゃ素晴らしいんですよね。肉眼でぜひ見てみてほしい景色です。参拝したらもう一つのビュースポットに向かいます。でこっちにも鳥居があって、ここからが一番ね、映えるというかいい感じなんですよ。こっちは全然人がいなかった。すごい。今更なんですけど雨が全く止みません。そしてですね、ここから10キロ行ったところにスパリゾートがありまして、サウナもついてるそうなので、雨でね、体も冷えましたし、リラックスタイムということでスパリゾート行ってきます。タオルセット込みで1500円くらいかな。サウナと水風呂があって、ジェットバスとかあって露天風呂もあって広そうだったので、門司港じゃなくて門司駅らへんまで行って、でその近くの海沿いにあるそうですね、スパリゾート。そして到着しました。よいしょ。どこに止めようかな。どこが近いんだろう。わあ、雨強いね。混んでるかな。ということでサウナに行ってきます。サウナ入ってきました。やばい、めっちゃ良かった。いやー、サウナ良かったね。なんか久しぶりになんか旅行先のサウナでなんか4回転したわ。4回も入ってしまいました。1時間半ちょい、結構長居したね。1時間40分ぐらいいたのかな。いや、よかった。なんかめっちゃ整ったわ。そこまで暑くはないんですけど、一応90度ぐらい湿度高めで足までちゃんと熱くなるタイプで、水風呂が気持ちいいタイプの暑さというか、めっちゃ良かったね。で水風呂も、温度計だと14度ってなってたんですけど、多分16、7度ぐらい、なんか割と温度は高めに感じたんですけど、サウナと水風呂の温度差がめっちゃ良かったっすね。で外気浴スペースも、ちゃんと外で椅子が何個かあって、海側にあるんで冷たい風がね、水風呂明けにねめちゃくちゃちょうどいいというか、今日のなんか気温と、サウナの温度と水風呂の温度となんかマッチしてたね。なんか良かったな。2泊3日の福岡ドライブ旅もあっという間に終盤でございます。で最後に、門司港のね名物焼きカレーを食べて、空港に戻ろうと思います。あと雨止みましたね。サウナ入ってる間雨止みました。天気予報通り、5時に止みましたね。門司港駅のすぐ前にあるお店でテイクアウトの注文だったらなんか10分くらいでできますよって言われたので受け取りに行きます。チーズと卵とチキンが入ってるのかなの焼きカレーにしました。雨が止んだところかちょっと日が差してきましたね。また海の向こうのね下関市街の雰囲気がいい感じです。焼きカレー専門店カレー本舗、なんか特に名前とかも聞かれず、分かりましたお待ちしてますみたいな感じでガチャってなっちゃったから、
ちょっと不安ですけど、ちゃんと注文通ってるかな。駐車場問題があるんですよ。これってさ、行けんのかな、駐車場。これじゃないの。ここはでも止めれないのかな。うわー、このえぐい角度しか空いてないってことか。行けたー。逆にここは難易度が高い分、観光客とかみんな止めないんだろうな。すごい、雨が止んでいい感じになってるわ。チキンカレーゲッチュ、これ M サイズでソーセージトッピング、これかで1300円でございます。なんかあれですね、口コミだとなんかめっちゃ並ぶってあったんですけど、なんか普通に席空いてましたね。昼は確かになんか並んでたような気がしたんだけど、この時間帯だったら空いてんのか。昼が混んでんですかね。混んでるかなと思ってテイクアウトにしちゃったんですけど、いやーでも初めてかも。旅行先でさ、こういうなんか名物のカレーとかでうまそうじゃないか。いざ実食。うまいね。チキンカレー。店内飲食もなんか受付するやつがあったので、お店に並んで待つ必要はなさそうでしたね。全然辛くはないですね。辛さは普通にしたんですけど、2辛とかにすればよかったな。どっちかというと甘く感じるというか、全然辛くはない。卵も乗っかってるんで。いや、なんか撮影してることを忘れてね、無心になって食べ続けてたらあっという間に完食してしまいました。カレー美味しかった。もうちょっとなんかいけそうなくらいのこの程いい満腹感というか満足感からの、どうしようかな。まだねちょっと時間があるんですよね。今すぐ空港戻っちゃってもまだ時間があってもったいないから、この門司港あたりをのんびりドライブしますかね。すごいなんか夕日が良さそうだ。眩しい眩しい。ちょうどめっちゃ眩しい。ちょうど眩しいぞ。雨やんだんすけどめっちゃ風強くてちょっと寒いので、歩くと車でゆっくりこの街なんとか通りっていっぱいあるんで、後ろに車がいなければ、めっちゃゆっくり走ろうかなっていう。歩きじゃないといけない道もあるだろうけれども、いやーほんとなんかカレー一瞬で食べ終わっちゃったね。無心になって食べ続けてて気づいたら食べ終わったわ。でここが商店街なんかな、なんとか通り。どっかなんかいいとこないかな。これは一方通行で左に行けなくて、一旦これ左行って、邪魔にならないように。よいしょ。日が差していい感じじゃないか。この辺ブラブラするか。こんなに晴れると思わなかった。雨が止むのはしてたけど、さっきまでの大雨が嘘みたいですね。でこの辺が門司港レトロで、今工事中だからね。この建物とかいい感じですけど、車でさ10キロ20キロくらいでさ、もうゆっくり行くのもいいね。ほらみんなすごい寒そうだもん。高みの見物ナウ。のんびり景色をこうゆっくりと目に焼き付けながら東京に帰ろう。このお土産買い物市場にコーヒーとかないかな。次はこれ右に行ってみますか。これなんだろう。これなんか赤レンガ倉庫みたいなさ外観じゃない？これレトロですね。この通りもなんか雰囲気あるよ。ただこの辺はちょいちょいね一通があるからね難しいんだよね。これは左は行けるのか。この辺もなんか割と飲食店とかあるっすね。すごいなんか夕日良さそうだね今日。めちゃめちゃ怪しいやつだよね。このゆっくりさぐるぐる回ってたら。ここめっちゃいいね。ここのなんか夕日の景色めちゃくちゃいいぞ。でこれは一般車両、こっちは進入禁止で、でも割となんかこうやって街をブラブラ運転してるだけでも割といいぞ。この全く寒くないしマジで結構いいかもしれん。歩くのも好きなんですけど、ちょっと今日寒いなって時はこうやって車でぶらつくのも悪くはない。レトロ横丁だ。レトロ横丁が車で通れそうだったね。だからこれ右入ればあれですね、レトロ横丁ですね。この辺だったら駐車場巻いてそうだしな。この辺ブラブラ歩くのも良さそう。コンビニはないのかな。お寿司屋さんとかあるね。商店、結構シャッター街だったな。レトロな雰囲気の商店街だったね。うなぎと焼き鳥の店祝開店。最近開いたんだ。この辺にも焼きカレーのお店ありますね。この辺もうまそうだね。でこれ右行っ
て北九州空港方面ってな感じで門司港でした。やばい、これ思ったけどさ、右折のさ矢印ないパターンの信号じゃないこれ。この車線、この交通量で右折むずくね。しかもみんなそっち入ってくんだね。途切れることがなさそうだぞ。まあ一旦空港の近くまで行くか。渋滞でずれる可能性もあるしね。思ったより交通量が、あと北九州空港で、なんかあるか、カフェとか飲食店とか。あ、これセブンイレブン。うわー、このセブンはむずいな。この駐車場はもうなんか入ったら最後みたいな。この交通量でさ出んのむずくね。ということで諦めだ。お、すごい、新椿トンネル。美しい椿が描かれていました。旅の満足感高いな今回も。やっぱ行ったことないエリアを行くのが一番いいね。門司港はね2回目なんですけど、平尾台とかね、カルストとか、あと芦屋町とかね、あの辺は初めて行ったんですけど、いや良かったね。山行って海行ってで観光地、定番観光地見てっていう、なんかこの3点セット、この3日間いい感じのなんかバランスのいいスケジュールで観光できて、で旅の最後はサウナで整ってからの絶品グルメ食べて、もう最高ですね。今回ね送迎バスがないので、レンタカーのカーシェアから10分くらい歩くんですよね。7分8分かな。そしてこの長い橋を渡って空港でございます。ということで無事帰ってきました。待って、俺さずっとさ車載カメラオンになってなかったわ。まさかの最後のシーン撮れてなかった。でここから歩いて7分くらいですかね。700メートル歩いて北九州空港に戻ります。てな感じで2泊3日の福岡県一人旅あっという間でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。